皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。みんな待ってる三峡ダム。このチャンネルでは三峡ダムの最新情報と中国を念頭に気になるニュースを詳しく解説しています。今回は締め切り日がやってきたので最終結果を発表するのと、ダム上流で大雨になっている件についてじっくりネチネチお話ししたいと思います。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。6月10日、地上波では全く伝えられない三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、深夜0時の時点でダムの水位は149メートル30でした。大事なことなので繰り返します。ダムの水位は145メートルではなく149メートルでした。おとといと比べると1メートル42センチの上げで下がるどころか上昇に転じています。2年連続で目標達成ならずという屈辱の結果、長年唱え続けてきた彼らの主張が根底から崩れつつあります。これについては後ほど詳しく。ダムの貯水側から見ると水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の朝9時の時点、上流の観測所の流入量は毎秒13200立方メートルで、三峡ダムの流入量は毎秒21500立方メートル、差分については毎秒8300立方メートル。おとといと比べて上流の寸丹観測所はプラスの3100、三峡ダムもプラス6500。重慶付近でそこそこの雨が降っているため今後増水するものと思われますと前回お伝えしましたが、予想通り増水。三峡ダムへの流入量は2万の大台となっています。なお、長江の最上流の金沙江にある巨大4連ダムのうち高架波ダムの放流量は昨日の朝8時の時点で毎秒5380立方メートル。前回と比べて大幅に増やしており、再び今年最高の水準となっています。一方、深夜0時の三峡ダムの放流量は毎秒17800立方メートル。単純に割り算をすると 57% の発電状況で18基前後の発電用タービンが稼働しているものと推測されます。ここのところこの時間帯では放流を減らし続けています。三峡ダムと上流のダムの流量について現状を確認しておきます。こちらは2月からおとといまでの流量になり、交通運輸部の発表データをもとにグラフを作成。上が三峡ダム、下が高架波ダムです。まずは上流にある高架波ダムについて。濃い青のラインの放流量は再び毎秒5000立方メートルを超える水準までアップ。2月からを振り返っても一番高いレベルとなっています。また、水色のラインの流入量も増えている模様。後ほどお天気コーナーでお話ししますが、長江の最上流地域では今後まとまった雨になりそうなため、流量の変化に注目したいと思います。続いて三峡ダムの状況について、オレンジのラインの流入量は下げ止まりとなり、なかなか上がらないなと思っていたら、一気に上昇することとなりました。予想していた通り、毎秒2万立方メートルあたりまで増水。一方でグレーのラインの放流量は継続的に絞っており、ついに逆転現象となっています。この状態であればもう、ダムの水位は下がることはなく、現在149メートルあたりで、小刻みに上げたり下げたりを繰り返すことになっています。そして昨日の最新データが出てきたので、グラフに載せるとこのようになり、上流の高架波ダムの放流量は高い水準のまま。三峡ダムでは、放流量と流入量が逆転している状況が続いています。このため、ダムの水位はしばらく上昇するものと思われます。西洋チャンネル。さて、ここのところダムへの流入量が大きく増えているとお伝えしていますが、三峡ダムの上流にある大都市、重慶で大雨になっているようです。AP 通信によると、中国水利部は8日、重慶市や貴州省を含む6つの小級地域に対して、4段階ある緊急対応の中で最も低い、レベル4の洪水緊急対応を発令した模様。今月7日の午後11時の時点で、重慶市合仙区では24時間雨量が145ミリを記録。場所でいうとこの辺りで、
長江の支流である下陵江が流れる地域になります。新華社の報道によると、7日午前8時から8日午前8時にかけて、重慶市西部及び南東部の一部で大雨から豪雨が記録され、9つの河川で警戒水位を超えたとのこと。昨日の夕方、重慶市豪泉区のところを Google マップで見ると、洪水マークが表示されていました。なんか久しぶりにこのマークを見たような気がします。話を戻して、これらの地域で降った雨は、下陵江を経由して長江に流れ込みます。また、長江の南側にある雨江の流量についても、ブリュー観測所のデータを見ると、8日の朝にピークを迎えた後も、下がったとはいえまだ4000以上ですから、高い水準のまま。このため、下流に位置する三峡ダムの流量は、8日の朝に2万の大台に到達した後、現在まで続いています。しばらくまとまった雨もなさそうなので、流量自体は下がるとは思いますが、それでも多い量に変わらず、しかも三峡ダムからの放流を絞る方針にあることから、ダムの水位は上昇することになりそうです。ついに6月10日の締め切り日となり、結果は冒頭お伝えした通り、149メートル台で目標達成ならず。先月の末から順調に水位を下げてきたものの、直前に急減速となり、結局上昇に転じて当日を迎えることとなりました。2年連続で目標水位である145メートルに達することはできず。今後管制メディアからは、本格的な洪水シーズン前に必要な洪水調節容量を確保しましたという趣旨の記事が出てくるかと思います。ただ、過去の記事の一覧をご覧いただくとわかる通り、つい数年前までは、予定通りあるいは前倒しで目標ラインをクリアしましたと、自慢げに報じていたことからすると、最近かなり苦しい状況になっているのは明らか。しかも2日前には一瞬だけ147メートル台に下がっていたのに、今日は149メートルですからなおさらのことです。もう少し水位の変化を詳しく見てみます。こちらは湖南省水門局が公表している三峡ダムの情報で、1時間ごとの実績が表示されています。7日の午後9時に 147.78 メートルという、今年の最低水位を記録。その後は多少の上げ下げはあるものの、おおむね上昇に転じています。当局が今年の洪水調節容量を確保という言葉を使うのなら、バスタブ曲線のようにしばらく最低ラインを維持してから、その後上昇という曲線であると、その言葉を使う理由も理解できます。しかし、ご覧の通り、一瞬だけタッチしてそれをもって確保というのなら、アリバイ作りと言われても仕方ないでしょう。147メートル台を記録したという事実だけが彼らの欲しい数字。しかもその数字ですら、本来の目標であるはずの145メートルには到達していないという事実。こういった状況を見るにつけ、ちょっとずつごまかし、話をすり替えようとする意図が見え隠れします。今後出てくる管制メディアの記事がどんなものになるのか、それを待ちたいと思います。天気予報サービスのウィンディで24時間の実績を見てみます。こちらは昨日の正午までの様子。長江にかかっていた雨雲は東に抜け、目立った動きは見られません。南部の内陸と沿岸地域ではかなり雨が降った模様で、大きな被害が出ているようです。次に、今後の予想を見てみます。しばらく続いた長江の長雨も一旦収まりましたが、当チャンネルでは今、最上流に注目しています。今日の三峡ダムの天気は最高気温が33度、最低気温が19度で曇り時々晴れの予報。これから長江の上流にあたる金沙江での雨が多くなりそうです。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。政府から補助金、中国製造業が突出、他地域の3から8倍、OECD 分析、朝日新聞が伝えています。記事によると、経済協力開発機構、OECD は1日、中国に主要な拠点を置く製造業の企業が、他の地域にある競合企業の3から8倍の政府補助金を受け取っていたとする報告書を発表した。国際市場で公平な競争環境を歪め、サプライチェーンの地理的な集中につながる恐れがある。生産性が劣る中国企業でも補助金に支えられ、世界市場でシェアを伸ばすケースもある。中国企業が世界でシェアを伸ばした分の約6割が、受け取った補助金によるものだと説明できるという。以上、政府から補助金、中国製造業が突出、他地域の3から8倍、OECD 分析についてお伝えしました。
西安チャンネルです。今のニュースについて少しだけ。中国製造業への補助金が他地域の競合企業の数倍に上ると OECD が指摘した件はかなり重い内容です。これまで太陽光パネル、EV、鉄鋼、造船などで中国企業の価格競争力が強すぎると言われてきましたが、その裏側に巨額の政府支援があるとなれば公平な競争とは言えません。中国側はいつものように反発していますが、今回は国際機関が分析して示している点が重要です。補助金によって生産性が十分でない企業まで世界市場でシェアを伸ばしているとなれば、他国の企業にとってはたまったものではありません。国際社会でビジネスをするなら、最低限のルールを守る姿勢が必要です。突然の輸入規制や補助金付けの産業政策を見る限り、安心して取引できる相手ではないのは明らか。こうした状況では、外資が中国に積極投資しにくくなるのも当然のこと。結局、特定の国に深く依存しないことが最大のリスク回避。今回の OECD の指摘は、その流れをさらに後押しすることになりそうです。日本の気象状況について確認します。こちらは、今朝8時までの6時間のレーダーの実績。沖縄と奄美地方ではがっつり雨雲がかかっている様子が見られます。ニュースによると、今日は沖縄を除き、全国的に降水確率が低めとのこと。梅雨の中休みといったところでしょうか。台湾付近で新たな熱帯低気圧が発生とも報道されており、今後の動きに注意したいところです。日本のダムは最近、観光資源の一つとして、前面に押していこうとする動きがあります。一方で三峡ダムの場合、2009年に完成する前の工事段階から、観光ルートの一つとして人気だったようです。ダムの近くには、九頭峡、不峡、清涼峡の3つの峡谷があることから、三峡と命名されました。もともと、風光明媚なこれらの観光地を、船に乗って巡るのが定番コース。ダムができたことで、例えば長江の川下りから途中で降りてダム見学をし、その後また船に乗って川を下るというコースが、新定番に。ひょっとしたら視聴者さんの中にも、実際にツアーに参加された方がいらっしゃるかもしれないですね。入場料については外国人からはがっつり、国内の人はお手頃価格、あるいは無料というケースも。外国人相手のツアーに加えて、社会見学の一環として、学生の皆さんが訪問することも多いようです。小学校の行事であった、なんちゃら巡りみたいなものでしょうか。このため、これまで累計で1500万人もの人が訪れているそうです。観光バスがずらりと駐車場に並んでいる様子や、ダムの展望台に大勢の人が押し寄せる写真も。例の感染症の件で一時期、人が途絶えたようですが、高速鉄道が近くまで開通したこともあり、最近また復活しているみたいですね。やたらとあちらの官製メディアが、ニュースや SNS でアピールしています。ただし外国人観光客については、大きな変化があった模様。というのも、例の感染症が明けたにもかかわらず、反スパイ法などが強化された影響で、外国からの観光客が戻ってきていないようです。YouTube では、三峡ダムの現地の動画がいくつか上がっているのですが、外国人の姿はほとんど見かけません。そんな状況の中、誰が行くねんって感じですけどね。ここまでご視聴いただき、ありがとうございます。この動画が良かったと思われましたら、グッドボタンを。もう一つやなと思われましたら、バッドボタンをお願いします。YouTube の仕組み的に、グッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです。お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、一手間いただけると幸いです。引き続き、最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。